はい、こんにちは、やすさんです。こちらの動画では、フレアネットワークスの最新情報について共有の方をしていきたいと思います。海外の方から情報の方を精査してまとめておりますので、ぜひですね、最後までご視聴いただければと思います。はい、ではですね、早速解説の方を始めていきたいと思います。まずですね、V1 の 50% への引き下げはこのエポックで始まった。V2 にアップグレードしたプロバイダーへの報酬は月曜日から発生する 50% ということで、これ何かと言いますと、先日ですね、フレアの方から FTSO V2 のですね、発表があったかと思いますが、どうやらですね、今まで FTSO に 100% ですね、与えられていたそのデリゲート報酬の方が、既存のプロバイダーに 50% で FTS を V2 にバージョンアップしたプロバイダーに 50% ということで分かれるようなんですよね。でこちら過去ですね、記事 FTS をスケーリングの記事の方に記載されている内容で、詳しく見てみますと、このベータ段階というところに、このフェーズではフレア財団はインフレ契約を更新し、現在のデータプロバイダーが FTS をデータ提供報酬の総配分の 50% を受け取り、アップグレードされたデータプロバイダーが残りの 50% を受け取るようにしますということで、記載の方があるんですよね。これについてですね、我々の報酬がどうなるのか気になりましたので、情報の方を追ってきました。そちら共有できればと思います。で、続いてですね、どなたか FTSO V2 をフレアに統合済みの FTSO プロバイダーの更新リストを持っていますかということで、一応テレグラムの方でですね、リンクの方共有の方されてましたので、こちらのリンクですね、載せております。で、今回の動画の概要欄の方に、今回の動画の元記事のリンクを貼っておきますので、そちらクリックしていただいて、このフレアシステムでですね、クリックしていただくと、バージョンアップ、V2 になったですね、プロバイダーの一覧見れますので、そちらからですね、確認されてみてください。で、続いて、私の理解では、これは FTSO V2 のためのリストですか、それとも V1 も含まれていますかって質問で、先ほどのリンクですが V2 モニターだということで、V2 にバージョンアップしたプロバイダーの一覧が見れると。で、両方のモニターで送信されていることを確認したい場合は V1 モニターと相互チェックを行うことができますということですので、V2 にバージョンアップされたものと、あとは V1 に、V1 のままのもの、両方見れば、どちらで運営されているのか、それとも両方とも運営されているのか、それともバージョンアップしてないのかっていうのが分かると。で、続いて、プロバイダーはアップグレードが必須なのでしょうかということで、これはプロバイダーが報酬バンドに達する頻度の割合を示していますと。このモニターは V2 モニターであると。先ほどのリンクですね。で、V1 が廃止された後、V2 の報酬を獲得し、インフラプロバイダーとして継続したい場合にのみ必須となるということで、先ほどのですね、記事の方に、その試験段階、ベータ段階で非推奨フェーズってところに、このフェーズではフレア財団がインフレ契約を再び更新し、アップグレードされたデータプロバイダーだけが報酬を受け取れるようにしますと。ですので、最終的には FTS を V2 にバージョンアップしたプロバイダーだけが報酬の方を受け取ることができるようになるんですかね。また引き続きですね、追って見ていきたいかと思います。はい、そしてですね、これで、報酬の方が分かったんですけども、一般のユーザーの方は Discord で質問されてまして、ということは前回のエポックより報酬が少なくなるっていうことですかということで、それに関してですね、説明の方をされています。それはあなたがデリゲートしているデータプロバイダーが V1 だけでなく V2 でも稼いでいるかどうかによるんですと。もしそうでないなら、少なくなりますと。もしそうなら同じようなものだろうということで、だから V2 でも稼いでいれば、V1 とね、V2 両方で 50% ずつで計 100% になりますので、今までと同様になるだろうと。ただ V2 の方で稼いでなかった場合は、少なくなる可能性がありますよと。で、先週は全ての報酬が V1、100% のプロバイダーに支払われていましたと。今週以降の報酬は V1 が 50%、V2 が 50% となると。もしあなたのプロバイダーが V1 にしか対応していない場合、最大 50% しか獲得できませんと。アナウンスルームや X アカウントで提供されている新情報についていくのがベストですと。
もしあなたが以前からデリゲートしているのであれば、ちょうど数ヶ月前に始まったソングバードでまさにこのこと、V1 から V2 への移行をすでに経験しているはずだと。最近まで変化はこのエポックに起こったばかりでとても新しいことだと。調整する時間はまだ十分にありますと。あなたが見落としているのは選択したプロバイダーが V2 で送信しているかどうかをチェックする必要があるということですと。ここで確認できますということで、先ほどのリンクですね。同じリンク載せております。で、もしそうでなければ 50% しか受け取れないので、プロバイダーを変更することを検討してくださいと。もしプロバイダーが V2 にも対応している場合は、移行期間中に両方のプロバイダーから報酬を獲得することができますということで、説明の方されてますので、もしかしたらその V2 にね、V2 を提供、V2 にアップグレードしてないプロバイダーにデリゲートしている場合は報酬が少なくなる可能性があると。で、今僕の方で、一応情報はここまでなんですが、あと、ステーキングですね。ステーキングに関しては影響があるのか質問しておりますので、Discord の方でね。なので、またそちらの方ですね、情報ありましたらまた共有の方をしていきたいと思います。はい、ではですね、最後までご視聴いただきありがとうございました。はい、ここからはですね、宣伝になってしまいますが、リップル仮想通貨投資で法人化に成功したやっさんライン公式アカウント開設、仮想通貨に関する悩みを専門家が回答しますということで、今僕の方ではですね、仮想通貨、暗号通貨の疑問をですね、気軽に、聞くことができるですね、LINE サービスの方を、提供の方をさせていただいております。何かね、気になることと、わからないこととですね、ご不明点とございましたら、こちらの方からですね、お友達追加していただいて、僕の方にですね、コメントをしていただければ、僕が直接ですね、コメントの方に、返信の方をさせていただいております。またですね、こちらの LINE では、1、本当は教えたくないハイブリッド資産運用法、2、投資経験ゼロでも毎月10万円目指せる投資手法。3、ブログ、YouTube では言えない仮想通貨の裏情報、などのですね、限定で配信させていただいております。特に、初心者だけど、投資で毎月安定して10万円目指したいって人には、かなりですね、有益な情報になると思いますので、この機会にね、よかったら、お友達追加していただければと思います。動画のコメント欄、概要欄の方に、僕の公式 LINE の登録リンクですね、貼っておきますので、そちらからですね、お友達追加していただいて、コメントしていただければですね、すぐに、ご対応させていただきますので、よろしくお願いいたします。